なるほどなるほど。こういうことを取ってたんですね、日本で。そうですね、ようやく初めて選手の顔ぶれを見ることができて、本当ね、自己紹介なんか聞いてても多士済々だなという感じで、いよいよ始まるなと、ワクワクがますます増してきた感じですね。そうですね、まだ顔を見てちょっとお話をしただけなんで、それぞれの選手がどんなフィジカルの能力を秘めているのか、そしてサッカーのスキルを秘めているのかっていうのはまだ見れてないので、未知数な部分がたくさんあるんですけど、これから選手たちと、お互い理解を深めて、本田圭佑のビジョンに近いね、強いチームを、お互いに僕自身も監督として成長していけると思っているので、本田圭佑はじめ、GM の乙武君、そして監督の私、そして選手全員が、一つの目標、ワン東京一つの目標に向けて成長していく姿をこれから楽しみたいと思います。先日はこの間圭佑と話したら、もうどんどん前でマンツーでもうガシガシだっつってフルタイムで行くっつってて、もうそしたらもう本当コンディション後ろで固めるとか、そんなこと考えてたらマジで先ないですよっつってたよ。本当にもう前線からガンガン当たってボール奪いに行くみたいなぐらいでいかないとダメだと思いますよっつって。ほんでなんかフィジカルに関してはラガーマンみたいにしてくださいって何があっても倒れないみたいな、ブラジルみたいな感じじゃない方がいい。本当にぶつかられても何が足掛けられても倒れずそのままボール持って突っ込んでいくぐらいのやつが11人いる方がいいっつってたね。そういう体作り、ラガーマンとサッカー選手の間ぐらいの選手作ってくださいって言ってたね。強い選手作ってくださいって言ってたね。すぐファウルもらいに行くようなのやめてくださいって言ってた、ファウルしても止まんねえぐらいがちょうどいいですっていう感じだったよ、圭佑は。割とフィジカルから圭佑11人だよね。ハードル高いですね。じゃあこれ何やってる最中ですか？チーム作りのところがやっぱすごく重要なので、実質的な指導力に加えて、なんていうのかな、人間としてのまろやかさというか、いや、あくまで俺がその現場はその求心力はあるんだけど、でもあくまで武井さんがトップだからねっていううまい立ち回りをしてくれる人間力も多分問われてくると思うんですよね。そこが、いや、武井さん来ねえじゃんみたいなことを言い出すような人になっちゃうと、多分チームが空中分解しちゃうんで、そういうところもちゃんと見た方がいいですよね。まあそれはね、サッカーは絶対経験ないでしょ。スポーツライトとして見てきたぐらいで自分はやれないです。そうだよね。蹴れない。一応蹴るのはギリギリ蹴れんの。はい面白いね。経験全くないやつと蹴れないやつってちょっと蹴れるやつが GM と監督ってね。最高ですよね。こっち側でよし。はい、皆さんこんにちは。つい一昨日ですね、選挙で GM に就任させていただきました乙武です。よろしくお願いします。監督サッカー経験ない GM まともに動けない、大丈夫かこのチームって思われて当然だと思うんですけれども、じゃあなんで我々が立候補したのか、そして選ばれたのかっていうと、やっぱりそういうハンデを担ってあまりあるスキルがある、このポジションに適していると思われたからだと思うんですね。我々もそういったものをいかんなく発揮して、現場でね実際プレーする選手の皆さんを私は GM という立場で、徹底的にサポートをしていきたいというふうに思っています。皆さんもそれぞれ野心を抱えて、このチームに入ってきてくれたと思うので、そういう皆さんの思いがピッチで存分に発揮してもらえるようにね、しっかりサポートしていきたいというふうに思っています。よろしくお願いします。このチームは既存の社会人だったりプロのチームとは多分全く違う成り立ちで、本田圭佑が声を
挙げてチームを作りますというところからでオンラインサロンが出来上がってもうみんなの資金が導入されていて私も月5万円を投資しておりましてですねみんなで出し合ったお金でいつかはね皆さんに報酬が与えられたりとか本田圭佑の多分願いとしてはねクラブハウスだったりとかねいろんなものがみんなの活躍とあと我々の PR だったりこれから参加するであろうさまざまな人たちの助力で多分チームのレベルとはそぐわない扱いをね受けられる可能性が非常に高いです。僕が監督として多分できるのは多分君たちというかこのチームの活動全体をメディアに露出させることが多分僕の一番の武器だと思っていてでそれに関して言うと一番の危惧は君たちが同じレベルでサッカーをやってる選手たちよりももしかしたら著名になってしまうということなんですね。でこれから先のことに関してはもし僕が選手を露出させるときに君たちの顔や名前が表に出てくるっていうことを多分選手に応募するときは想定していなかったかもしれないですけど僕が監督になったということは君たちは例えば本田圭佑はJ1 までこのチームを育てたいもしくは海外にも送れる選手を育てたいっていう多分ビジョンを持ってると思いますしでそれはごく一部のサッカーを通して世の中を良くするっていう多分一つの手段だって彼は言ってましたけど君たちがサッカー選手として成功するっていうことはそれは一つの手段でそれ以外にも僕らが今こういう活動をして君たちの活動をサポートしているように君たちの活動はより多く世に出てより多くの社会的な影響力を持って転がっていくと思うんですね。今後世の中の資金を集めて運営していくためには君たちが著名人として自分たちのブランドを守る必要があると思います。やっぱそのワン東京でプレーする選手は国民の一般の人たちの手本であってほしいんですよ。だからサッカーだけうまければいいとかサッカーだけ頑張ってればいいとかっていう考えではなくオフ・ザ・ピッチ含めてスターでいてほしくて要は手本でいてほしくてワン東京でプレーしてる人はかっこいいとサッカー選手である前に男として人としてそれだけは僕はワン東京にいたいと思ってプレーしてくれるみんなに唯一求めたいところなんでなんかそれは多分みんなも求めていることかなと思うんでみんなもやっぱり男としてかっこいいとかっこよくなりたいとか誰も多分思ってると思うしただ僕がそれを期待してるっていうところだけは理解しておいてもらえたら嬉しいなと。本田さん、今回はこういう場を作っていただいてありがとうございます。今日いよいよ武井監督と選手の皆さんが集まりました。ここから始まります。そういう場に立ち会えたので今日は嬉しい日です。ぜひみんなで盛り上げていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。頑張っていきましょう。本田君、ブラジルはどうですか？今日選手たちと初対面を果たしました。ぜひね本田圭佑、そして私、そして弟が GM、3人の力を合わせて最強のチームにいろいろな意味でねサッカーが強いっていうのは一つの要素としていろいろな意味で最強のチームを
作っていけることを目指しておりますので、私竹内も監督としていつかはそうですね、日本のグアルディオラみたいな、それが言われるぐらいのわかんないですけど、クロップなのか何なのかわかんないですけど、名監督と並び称されるような監督として、サッカーのみならずさまざまなスポーツの世界に手を広げていこうと思ってますので、ぜひ一緒にね、スポーツ界を楽しんでいきましょう。お願いします。そうですね、ちょっと、ブラジルで頑張ってると思うんですけど、僕らも負けないでそういうレベルに到達できるように頑張りたいなと思ってます。この選手ブラジルで、頑張ってください。できる限り僕らも頑張るので、本田選手自身がこれにコミットしていただけると、よりいいチーム作りができると思うので、ぜひお願いします。武井さん、乙武さん、あと岡山君、涼介も入ってたかな。メッセージ、見ました。ありがとうございます。なんか言わされた感がありましたけど、今ちょうど昨日試合がデビュー戦が終わって、動画を、見終えてこうやってメッセージを送らせてもらってます。本当にワン東京、皆さんが関わってくれているおかげで、盛り上がっています。ありがとうございます。僕はポジション的には本当に発起人という形でしかなく、あまり今のところ皆さん以上に貢献ができてないんですけど、これから本当に長いプロジェクトだと思ってますんで、僕もじわじわ、貢献していきたいなというふうに思ってますけど、今期に関しては皆さん本当によろしくお願いします。昇格できるのが当たり前って思ってるかもしれないですけど、僕はそんな甘いもんではないというふうに思っていますし、昇格できないリスクだってあると思ってます。だからそういう危機感を持って僕は応援してサポートし続けてますので、リラックスしながら、ワン東京に関わって楽しんでもらえればなというふうに思ってます。で最後に、サロンの、中に、入ってくれてる、ファミリーの皆さん、本当に、普段からありがとうございます。今はまだ250ちょっとぐらいしかいない、本当に、言ったらサポーターが250名という小さいクラブですけど、10年最低10年プロジェクトですので、で皆さんがもうこのクラブをまさにゼロから作り上げています。引き続き、ワン東京のことよろしくお願いします。絶対に皆さんで、かっこいい、クラブにしていきたいなと思ってますので、いずれは僕ももしかしたら、選手または監督または違う関わり方が、できればなと思ってるんで、ぜひ力を合わせて一緒に盛り上げていきましょう。また日本で、会えるのを楽しみにしてます。ファミリーの皆さん、また会いましょう。では。